こんにちは、ゆうです。今回のオープニングは少し長いバージョンにしてみたのですが、いかがだったでしょうか。前回の飛行場前のしまくりで実際にお客様が来た様子をご紹介できなかったので、今回フレンドさんにご協力いただき撮影してみました。すごく可愛い動画が撮れてお気に入りです。本当にありがとうございました。今回の動画の内容は、前回使ったガラスの壁2種類のメイキングをご紹介します。いろいろコメントをいただき、何をご紹介するか悩んだのですが、ガラスは私なりのポイントがいくつかあって書いているので、それをご紹介することにしました。さて、メイキングに行く前に、タイルフレーム付きのウッドデッキのマイデザインがお家の中でもとても可愛く使えるなと思ったので、そちらもご紹介したいと思います。パニーの島にやってきました。単純にウッドデッキのマイゲザを床に敷いて使うのですが、知らない方もいるかもしれないのでやり方もご紹介していきます。マイゲザのアプリを開いて、その辺に飾るを選び、飾り方はタイルマットを選択します。そうすると絨毯扱いになって床に自由に配置できるようになります。1から8のパーツをまずは1つずつ配置して位置を決めます。足りない部分は ZR ボタンを押すと複製ができるので、どんどん複製してフレームを作っていきます。室内だとマイデザを回転することができますが、今回は木目があるデザインなので回転せずに使った方が模様が綺麗に揃います。外側の余白はノーマルの木目のパーツで埋めていきます。これで部屋の中にタイルフレームの床が出来上がりました。タイルのデザインも同じくタイルマットにしてもいいのですが、部屋に貼るというやり方にするととっても楽ちんです。このやり方だとタイル部分の上には絨毯のアイテムを配置することができるのでおすすめです。またぜひ試していただきたいのが、商店やローランから買うことのできる床との組み合わせです。タイルや石系のシンプルな色の床には少しデザインをプラスさせることができます。さらにちょっと一見使いにくい派手な柄や色使いの床は木目が加わることで少し落ち着いて使いやすくなるかなと思うので、いろいろ組み合わせて試してみてください。水面の床を使って室内にプールを作るのもいいかもしれません。こちらは苔庭の床。こんな風に植物をたくさん置いて中庭のようなレイアウトをするのもいいかもしれません。私はモロッカンタイルの床と組み合わせて広々とした外国風のキッチンのレイアウトをしてみました。今回は大きな正方形でフレームを作ってみたのですが、違う形やサイズでフレームを作っても可愛いと思うので、ぜひお家の中でも使ってみてください。それではこの後はガラスのデザインのメイキングをご紹介していきます。最初に簡単な窓のデザインを考えたので、その窓を作りながらポイントをご紹介したいと思います。ガラス表現もいろいろ手段があると思うので、一つのやり方として見ていただきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずデザインを作り始める前に、ガラス窓の参考にあつ森の世界の窓を見てみました。パニーの島のスタジオのガラスは色味も現実に近くて分かりやすいような気がします。窓を外から見ているので、ガラス部分の色味は暗いトーンで一枚一枚微妙なグラデーションになっています。またつるっとしたシンプルなガラスなので、
白く反射するような強い光の表現はありません。これがカットが入っていたり凹凸があるデザインのガラスだと強く反射して白い光の表現が入るようになると思います。私が作ったブロックガラスのデザインやすりガラスの部分がそれにあたります。ガラスの縁が白っぽくなっているのはこのガラスの厚みを表現しているか、窓枠の色が映り込んでいる描写じゃないかなと思います。このあたりのことをポイントとして、まずはシンプルな窓を私なりに作ってみました。その後にすりガラスとブロックガラスは発展系としてご紹介していきたいと思います。早速シンプルな窓のメイキングをご紹介していきます。まずはガラス窓の色を作っていきます。適当にブルーの色を選択して、先ほど見たパニーの窓を思い出して暗めの色にします。鮮やかさを下げると近い色味になる気がします。パニーの窓ガラスが青緑っぽい色味だったので、色合いを少し緑色に近づけました。ブルーだけで作るよりも深みも出るし、景色によく馴染む気がします。次に窓枠を描いていきます。このデザインは白い窓枠にしたいと思います。今作ったガラスの色もそうなのですが、後から暗い色と明るい色を重ねていくので、その中間くらいの色を最初に作ります。窓枠も真っ白ではなくて少し明るさを下げたグレーっぽい色を使っています。今回は分かりやすいように単純な格子窓で描いていきます。一番下の窓枠も描いてもいいのですが、全体シフトで位置をずらしてみると、こんな風に一箇所だけ太い部分ができてしまいます。私はシンプルなパネルにリメイクで使いたいので、あえてこの部分は描かずに、すべての枠が同じ太さになるようにしました。残りの縦の枠も描いてしまいます。細めの格子枠が描けたら、次は枠の側面の影を描きます。とりあえず色合いや鮮やかさは同じで、少し暗い色を作って描いてみます。実際に描いてプレビュー画面を見てみると色が似ていてあまり影になっていないなと思ったので、明るさをもう少し下げて暗い色にします。気に入る色が見つかったら、次は枠の上側の影を描きます。この影は太陽が上にあるので強い影になるかなと思ったので、先ほど作った色よりもう少し暗い色にします。先にラインを描いてからプレビューを見つつ色を変えてみました。窓の枠は実際にはあんまり立体的じゃない場合が多いと思うのですが、この影を描くと枠にガラスがはまっているという構造がわかりやすくなる気がします。次にこの枠木がクロスしている部分が継ぎ目なくつながっている感じが気になるので、ここに明るい色を重ねて分割します。十字の部分を描くときに同じ色を使うと角が少し丸くなってしまうのも気になります。なので縦か横どちらかに絞って色を重ねてあげると
角も少しすっきりするし、2本の棒がクロスしている感じがよく出ると思います。枠木がクロスしている部分すべてに同じように入れていきます。すべての場所に色を入れられたのですが、さすがにちょっと白すぎるので微調整をしてなじませます。こんな感じで窓枠がひとまず完成しました。私はすりガラスとブロックガラスで2種類デザインを作ったのですが、どちらもだいたい同じような要領で窓枠を作っています。次にガラスの描写をしていきます。凹凸のないシンプルなガラスを描いてみたいと思います。まずは少し暗い色を重ねていきます。この色は窓枠の影だったり、光があまり当たっていない部分になります。私は光が右側から斜めに当たっているように描きたいなと思ったので、左上が暗い色になるように描き込みました。次は同じくらいの暗さと鮮やかさのブルーの色を作って重ねていきます。青緑色のグラデーションの中に青い色を混ぜると、さらに色に深みが出ます。今度はグラデーションになるように右下に明るい色を重ねます。少しずつ明るさを上げた色を複数作って徐々に重ねて明るくしていきます。明るい色を作るときに少し緑に近づけてあげると綺麗なグラデーションが作れます。次にガラスの中央に少し鮮やかさの高い色を入れます。鮮やかさの高いくっきりした色を混ぜると色に深みも出るし、ガラスの透明感もプラスされる気がします。ちょっと色味が青すぎたので、プレビューを見ながら青緑色に調整しました。基本的なガラスの色作りはこれでだいたい完成で、ここにさらに窓のデザインに合わせて描写を加えていきます。実際にはあまりないのですが、斜めの光のラインを入れると視覚的に窓らしさが出るかなと思うので、書き込んでもいいかもしれないです。私はちょっと控えめに薄く入れてみました。ガラスは鏡のように周りの景色や空を映すこともあるので、鮮やかさや明るさを抑えた色で書き込むのもいいと思います。
最後に窓枠の色が白なのでガラスの色が反射するかなと思って影の部分の色合いをグリーンに調整しました。これで全体の色味の統一感が出たかなと思います。外に飾ってみるとこんな感じです。本当に基本的な要素だけで描いてみたので少し物足りなさを感じるかもしれないです。また窓一枚一枚が大きめのサイズでのっぺりしがちなので窓枠を増やして少し小さめに分割すると同じ表現でも見た印象が変わるかなと思います。よかったら試してみてください。すりガラスとブロックガラスでもここまで使ったような要素を取り入れて描いています。ここにさらに窓のデザインによって要素をプラスして描いているのでそのあたりを見ていただきたいと思います。それではまずはすりガラスのマイデザインから見ていきましょう。すりガラスのデザインもまずは基本的なガラスの色と窓枠の色を作って描き始めます。少し青が強めの青緑色にして窓枠の部分はシンプルなパネルのブロンズカラーに合わせて焦げ茶色で作りました。先ほどお伝えしたようにガラス部分を枠で細かく分割しています。パネルで使用するためデザインがつながっても形に違和感がないように上下で枠の位置を少し変えています。次に窓枠の影を描き込んでいきます。暗い色味は鮮やかさを上げるとより濃い黒に近づいていくのでここではあえて鮮やかさの目盛りを高めにして暗い焦げ茶の色を作りました。先ほど描かなかった一番下の窓枠の部分は枠木の明るいところと影の部分で分割することでバランスをとっています。窓枠の側面の影はやっぱりもう少し明るい色がいいなと思ったのでもう一色色を作って描き込みました。真ん中の少し大きなスペースにはダイヤ型の枠を描き込みます。後から影をつけることも考えて形を作ります。このひし形の窓枠にも影をつけていくのですが、上向きの面には明るい色、下向きの面には暗い色を使って影を描いていきます。最終的にこんな形の窓枠になりました。また枠木がクロスしている部分が気になるので色を足していきます。今回は少し暗い色味を作って重ねています。この色は同時に木の汚れを描き込んでみたり、ラインが滑らかになっていない場所を補正するのにも使います。これでだいたい枠木が完成しました。次はガラス部分に書き込みをしていきます。基本的には先ほど作ったシンプルなガラス窓と同じ要領で色を重ねていきます。
このデザインはガラスをいろいろなサイズや形で分割しているので、全てを同じ調子で描かない方が自然な雰囲気が出ると思います。先ほどと同じようにブルーの暗い色も足していきます。今度は右下の方に明るい色を重ねていきます。一番明るい色も使うのは少しだけにしておきます。この後凹凸のあるすりガラスで明るい色をたくさん使いたいので、その違いを出すため控えめにしておきます。すりガラス部分の書き込みをしていきます。先ほど作った暗い色味で互い違いにドットを打っていきます。この暗い色で3分の2ぐらいの面積にドットを打ったら、今度は右下の方に明るい色でドットを打っていきます。この白っぽいドットはすりガラスのデコボコした部分に光が当たって強く反射しているのをイメージしています。右下の方が明るくなっているので、そこに反射する光を書き込むとグラデーションを崩さずに光をプラスできます。白っぽいドットだけで描いているとドット同士がつながった模様になってしまっているのが気になったので、今度はグレーのトーンで少し違う色を作って描き換えました。明るい光の中にグレーのトーンを混ぜたことでつながっていた部分が分断されました。全体に同じように調子をつけるのではなく、少しランダムにした方が自然な雰囲気になります。この要領で他のガラス部分にもすりガラスの模様をつけていきます。すりガラスの模様の描き方にもいろいろやり方があると思うのですが、このデザインは一つ一つのガラスをかなり小さめに分割しているので、あまり凝った書き込みができませんでした。ですがドットを互い違いに打つぐらいでも最低限の模様に見えると思います。なのでこの書き方は小さい範囲に向いているんじゃないかなと思います。あとは全体にバランスを見ながら細かく微調整をして、こちらのデザインは完成となりました。次はブロックガラスのメイキングを見ていきましょう。窓枠は今までと同じ要領で描いていき、ガラス部分は9分割にします。このデザインも最初のデザインと同じで、一番下の枠木は描かないでおきます。ここも今までと同じように十字になっているところに明るい色を重ねておきます。
今使った明るいグレーは今後ガラスのハイライトを描くときにも使います。次にガラスの書き込みに入ります。このブロックガラスは今までのデザインと少し書き方を変えて、端の方に明るい色を使ってみました。明るいラインを端っこに入れているのですが、これはパニーの窓と似ていて、ガラスがすごく分厚くて、その側面がちょっと見えている感じを表現しているつもりです。この明るいラインの内側から暗い色を重ねていこうかなと思います。ガラスの右側の側面は角度的に枠木で見えなくなっているので書き込んでいません。なので枠木のすぐ隣から暗い色を重ねていきます。下側も角度的に側面が見える場所ではないので、枠木のすぐ上のところに暗い色を重ねています。このガラスのデザインは上の段の真ん中のガラスあたりに光が当たっているのをイメージしています。そこからふわっと広がるように後から強い光を書き込んでいくので、その場所を空けて暗い色を重ねています。表面が波紋のようにデコボコしているガラスなので、今までのような綺麗な描き方ではなくて少しラフな描き方をしています。凹凸のあるガラスは強い光を書き込みますが、その分暗い色も必要になります。全体にぼんやりしていたので、もう少し暗い色を使ってメリハリをつけました。さらに中心部分に鮮やかさを少し上げた色を重ねていきます。だいたいガラスの色味ができてきたので、今度は強い光を書き込んでいきます。まずは少し暗い色で大きめに書き込んでいきます。その後、枠木のクロス部分で使った明るい色を少しだけ重ねていきます。もちろんカラーパレットに余裕があれば、この部分のために新しく明るい色を使ってそれを使っても大丈夫です。暗い色と強い光の描写が書き込めたので、一旦デザインを見てみたいと思います。左が完成したデザインです。右側が今作っているデザインですが、まだちょっとのっぺりした印象があるかなと思います。ここにさらに周囲が映り込んで明るくなっている色味や、ガラスの表面の凹凸を感じさせる描写をプラスしていきます。映り込みを描くときは鮮やかさの低い色味が適しているかなと思います。最初に作った色味やくすんだ色をもう一色作って書き込んでいきます。ガラスの表面の形をイメージしてそれに合わせて色を重ねるのですが、今回イメージしたのは波紋のような形です。はっきり書き込みすぎると悪目立ちしてしまうので、なんとなく見えるなというぐらいがちょうどいいと思います。
何度もパネルの状態での確認をしながら細かくドットを打って描写を書き込んでいきます。デザインがほとんどできた後、もう一度色味の調整をしました。青っぽいガラスもいいのですが、どうしても青く色付けをしたガラスに見える気がして気になってしまいました。景色の中や建物のそばで使うと意外と色が主張してきます。なので青緑くらいの方が色味も落ち着いて透明なガラスに見えるような気がします。もちろん全体を青緑色に変えるのではなくて、少し青い色を残してあげるとより深みが出ると思います。それから全体の様子を見て、この後窓枠の影も緑色に微調整をしました。これでこのブロックガラスのデザインも完成です。ここまで見てくださりありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか？ガラスの表現は本当に難しくて、なかなかいい見本も見つからなくて悩んでしまうところだと思うのですが、少しでも何か参考になることがありましたら幸いです。さて、今回の動画の内容を少しでも気に入っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録ボタンを押してみてください。今後の制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それでは今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。